はい、皆さんこんにちは、和田です。本日は視聴者さんからのプレゼント紹介。わざわざ和田なんかにプレゼントを送ってくださった視聴者の皆様、大変長らくお待たせいたしました。中身はある程度見てはいるのですが、ようやく最近仕事がちょっと落ち着きましたので、ここで他の視聴者様にもぜひご紹介させていただければなと思います。てかさ、この前僕からレトロゲームプレゼントやったのに、視聴者さんから逆にいただいてしまいつつ、僕があれだけ中古ショップ寄って見つけられないようなものを送ってくださって、どっちがプレゼント企画してるのかわかんなくなってきたっていうぐらい、かなりすごいものも送られてきているので、順番に紹介させていただければなと思います。それでは、いきます。ではまずこちら、軽く中身は見ているのですが、しばらく時間が経っているのであまり僕も覚えていないですし、データの中身だったりとかそういうところはまだほとんど確認をしていないので、商品も見つつそういうところも見ていければなと思います。ではまずこちら、よいしょー、ゲームボーイのソフトですね。中身出していきましょう。ロックマンにゼルダとか有名タイトルも入っていますね。今回頂戴しましたのはこの3タイトル。僕持っているのがここぐらいしかないね。ぷよぷよ2とゼルダの伝説の夢を見る島。それ以外は持ってないですね。ロックマンもちろん知ってるけれど、聖剣伝説も知ってるけれど持ってなかったでしょ。ストリートファイターとか僕全然通ってこなかったな。もちろんね知ってはいるんですけど、全くプレイしたことないです。てかね、聖剣伝説もロックマンも知ってはいるんだけど、プレイは全くしたことない。なんとなくこの辺はね買ったから大丈夫なんだけれど、他さ大丈夫だよね。とんでもなく高騰してるの送ってきちゃってるとかじゃないよね。一応確認させてください。あんまりさ高額商品もらうの嫌じゃないんだけれど、申し訳ない気持ちの方が高くなっちゃうんだよね。今軽く見てきたんですが、なんとか大丈夫そうでした。ヒヤヒヤするんだよ俺、本当に。チラッと見えたけどなんかメモが入ってるね。これはなんだ、パスワードもしかしてこれ。うわ、やったなこういうの。不国生命それもまた時代を感じる。はい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 。この時代のロックマンってセーブデータってパスワードだったっけ？てかこのクリアケースとかも残ってたんだね。すごい物持ちいいな。確かこの視聴者さん DM くださって他にもいっぱいゲーム持ってたんですよ。この時代のロックマンはセーブデータがボタン電池とかそういうタイプではないらしいので、パスワードでのセーブデータ保存みたいな感じっぽいですね。もうちょい掃除しようかな。外側がこんだけ汚れてるとなると多分中身も結構いっちゃってると思うんだよね。よし、何でプレイしよっかな。ゲームボーイでしょ。だったらゲームボーイでいこうかな。よいしょ、ロックマンワールドゲームスタート、パスワード1993年。うわーすげえな。こんなに昔だったんだね。そりゃ俺まだギリ触れてなさそうだわ。映像が始まった。パスワードやってみよう。これ本当に使えるのかな。俺初めてなんだよね。セーブデータをパスワードでロードするっていうやり方。これを入れたらいけるってこと？これでいける？あ、いったすげえマジか。うわ、待って。そもそもさ、俺がやれるかどうか。やべ、まだまだたくさんあるので一旦ここまでにしようかな。ロックマンは手元にあるぷよぷよいきましょう。さあ起動はどうでしょう。全然認識しない。全く読まない。 SP でいきます。お、いったいった。よかったよかった。いったいった。カラーのが綺麗だわ。むずい。あ、勝っちゃったと。まあこんな感じですと、ぷよぷよさん。続いてゼルダの伝説夢を見る島。データはちょっと厳しいんじゃないかな。残ってない気がするんだよ。さあデータは、おお残ってる。ルビーもハートもすごいな。データ2でめっちゃやり込んでたんだね。一応あれなのかな、消しちゃったとか。すげえアイテムめっちゃある。続いてストリートファイター。格ゲーめちゃくちゃ苦手。 RPG とかストーリー性があるものが特に好き。視聴者の皆様はどういうタイトルが好きでした？タイトルじゃないか、ジャンルか。シミュレーションとか格ゲーとか RPG とか。お、進んだ。うわ、ロックマンなんだけど俺からしたら。へえ、こんな感じで。91年、92、93、94、95。めちゃくちゃ昔やん。ちょっと待ってあ、これジャンプね。うわ、待って、そもそも受け身とかあんのかなっていう。あ、待って待って待って。よっ、ちょっと待って。待って待って待って。よし、いいぞいいぞ。いや、一瞬で終わったんだけど。むずくね？なんで相手の方がそんな当たんの？こっちもさ、攻撃してんのに。さらに格ゲーの苦手意識が高まっちゃった。むずくね？格ゲー。じゃあ、聖剣伝説。これいきましょう。コンティニューいけるわ。てかこっちもあれだね。
セーブデータ2の方がめちゃくちゃ進めてあるんだね。うわ、びっくりした。ゼルダ味を感じる。レベルアップですって、あんたも成長したもんだ。お、すごっ。51になった。こんな感じなんだね。ありがとうございます。ということで、ゲームボーイのソフトを5本もいただいてしまいました。視聴者さん、本当にありがとうございます。次行ってみようと思います。続きまして、こちら。すごいよ。いっぱいあるよ。DSi ですね。DSi と、これ何？お手紙？貴重なものなんじゃないかと疑ってしまうけれど、お手紙だと思います。待って。最近プレゼントでさ、ダイヤモンドをさ、視聴者さんにプレゼントしたのに、またいただいちゃった。なんかごめんなさい、本当に。っていう DS のソフトの6本セット。すげえ。まずはお手紙読ませていただきたいと思います。じゃじゃーん。わざわざ和田のロゴまで印刷してくれてる。和田様、レトロゲーム紹介や修理動画と毎回楽しく拝見させております。今回当時私が遊んでいたもので、すでにデータを削除したものにはなってしまいますが、懐かしい作品等を入れさせていただきましたので、プレゼントとして受け取っていただけますと幸いです。最後にはなりますが、ますますのご活躍をお祈りしております。マジでありがとうございます。起動もしてみたいので、まずは DSi から見てみましょう。傷は比較的多めで、タッチペンはなしと、かなり遊んでたんじゃないかなと思います。これ大丈夫だよね。SD カードとか入れっぱなしじゃないよね。よかった。こちらとしては損じゃないんだけど、プライベート情報入ってたら怖いからさ、少し黄ばみはありますが、全く問題なさそうです。つけてみましょう。おー、バッテリーも残ってる。どうだ？おー、よかったよかったよかった。起動が遅かったからさ。はい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 。これは初期化済みですね、完全に。そして次が、この大量のソフトたち。まずは出しましょうか。こちら。ペンギンの問題 X。天空の7戦士っていうのかな。問題？学習系とかじゃなさそうだね。バトルアドベンチャー。1人から4人プレイ。面白ベッカムたちを探し出せ。汚れ感と。説明書のヨレヨレ感がすんごい。説明書が切り取られちゃってる。でも僕ちっちゃい頃、チラシとか気に入ったところのイラストを切り取って何かに貼っつけてコレクションしてた気がする。あれ待って、これなんか見たことあるな。調べてみたら、コロコロコミックで連載されてたやつですね。2006年の4月号から2012年3月号まで連載されていて、期間としては約6年間。めっちゃ長いね。その後派生作品としてペンギンの問題プラス、ペンギンの問題 Xなどの続編も展開されています。他にもアニメ化2008年から2010年もされていて、コロコロ黄金期の代表作の一つと。なるほど。でも僕はこの黄金期のコロコロコミックの代表作品とは知らなかったんですよ。っていうのも、僕だいぶ大人です。この時代。だからコロコロコミックはもう当の昔に卒業しちゃってて、なんかの CM とかお店とかでちらっと見たことあるものなんじゃないかなって思いました。年齢バレそうですね。でも調べたら DS のソフトもめっちゃいろんな種類ありますね。ペンギンの問題ザワールドとか最強ペンギン伝説とかいろんな作品があるようです。非常に勉強になりました。ありがとうございます。次いきます。次がこちら。4教科パーフェクトクリア DS 英語音声付き。これは学習系ですね。4教科トレーニングプラス英語音声1人用。学習系はね、僕ほとんどやったことないんですよ。脳トレぐらい。脳トレはもはや学習系と言っていいかどうかわからないんですけれど、いや俺勉強嫌いなんだよね。めちゃくちゃ頭悪いから苦手意識がすごく強いです。4教科パーフェクトクリア DS を始めるにはパスワードが必要。パスワードは4月号から8月号のチャレンジ6年生の表紙をめくったところに毎月発表されるよ。チャレンジ6年生が終わった後1日10分目安に取り組もう。なるほど。これじゃあさ、一般販売じゃないってこと？そうじゃん、やっぱり。このソフトはベネッセの真剣ゼミ小学生講座チャレンジ6年生の付録教材として配布された DS ソフトです。講師メーカー品番や説明にもチャレンジ6年生最高学年進級号の付録教材と記載があります。つまり真剣ゼミ会員向けの教材特典として配布されたもので、一般流通向けの通常販売ソフトではありません。そうなの？ちょっと珍しいね。そんなのあったんだ。一応メルカリとかで見るとたくさん出品はされていまして、真剣ゼミ受けてた方非常に多かったんですかね。このソフトが配布されたのが2012年の4月および2013年の4月。2011年には 3DS だから DS のソフトで2013年14年出したってこと？なるほど。じゃあ意外と持ってる人は少ないのかな。ここにちゃんと書いてあるね。特別付録って。よくさ、新しい機種が出る直前に旧機種でソフトが発売されて、旧機種だからこそ売れなくて人気ないけれど高騰化するっていうのがよくあるから、でもこれはちょっと形態が違うし、そういうわけではないと思うんですけれども、珍しいものをいただいてしまいました。次いきます。
次がケシカスくん。バトルカスティバル。これコロコロだよね。ケシカスくんはギリ知ってたはず。ジャンルがさ、カスアクションってなってる。そうなんだけどさ、そうなんだけど、ちゃうよねっていう。でもこれ、説明書めっちゃ綺麗。シール貼ってある。これ、ケシカスくんのじゃないこれ。かわいいじゃないですか。次行こうかな。出ましたよ。これ、友達コレクション DS。3DS の友達コレクションの新生活のやつ。あれめちゃくちゃ高いよね。こっちはさ、まだ安く見つけられるんですけれど、3DS の方はめちゃめちゃ高いんですよ。すごく綺麗。多分データは消してあるので、あまり見ないでおきましょう。次、ポケモンレンジャー。アクションアドベンチャー。待って、俺このポケモンレンジャー持ってなかったかも。持ってない気がする。全然関係ないけどさ、俺これ持ってたっけ持ってなかったっけっていう発言をすると、熱心な和田ファンの方なのかわからないんですけど、いや、それ和田さん持ってないですよとか、それは持ってますねとか言ってくれる方がいて、和田以上に和田のことを知ってる視聴者さん最近多いんですよ。あれこれってさ、当時僕はプレイしてなかったけど、なんか開封系で文化ヒードラとか手に入ったとか、そんな感じじゃなかったっけ？シェイミとかなんかあった気がするんだよ。ちょっと見てみていい？多分データはないと思うんだけれど、一応ね。さあどうだ？でもちょっとこれ厳しいな。プレイ時間15分だから多分ないと思う。これかな、ダウンロードミッションを探すってやつ。スペシャルミッション、エクストラミッション、この辺なのかな？あるよ。伝説の青い玉を守れ、謎の噴火を調査せよ、迷えるシェイミを保護せよ。クリアってなってる。エンディング後に遊べます。待って、デオキシスと謎の神殿？よく見たらポケモンを送るってあるわ。マナフィーの卵を送る、ヒードランを送る、シェイミを送る。まだあるってこと？デオキシスを送る。これどうなん？マナフィーを送っちゃってる。ヒードラン送っちゃってる。シェイミ送っちゃってる。デオキシス。そうだよね。これはしょうがない。いやでも、ここまで興奮させていただきました。マジでありがとうございます。そうなんだ。じゃあラストね。ポケットモンスターダイヤモンド。これはもう僕のチャンネルではおなじみもおなじみ。常連も常連ですね。じゃあポケモンだけはデータ残してくれてるのかな？早速見てみましょうか。こちらに関しては。どうだ消えてたー、残念。ワンチャンこっちに受け取ったポケモンいないかなとか思ったけど、ありがとうございます。ということで、今の視聴者さんからは DSi と Nintendo DS のソフトの6本も頂戴させていただきました。本当にありがとうございます。大事に取っておきたいなと思います。次に行きます。続いて、こちら、レーターパックで届きました。そして早速中身ですが、よいしょー。こちらもお手紙がすげえ。頂上だ。和田殿、あなたは2025年内にチャンネル登録者数10万人突破を達成されました。よって当品を贈与します。令和8年1月、視聴者よりおめでとうございます。すげえ。わざわざこんなの作ってくれるの？すごいね、うちの視聴者さん。ありがとうございます。そして中身ですよね。こちらはゲームキューブです。GBA のケーブルとポケモンボックスルビー&サファイア、ポケモン整理ツール、オリジナルカラーのメモリーカード59もついてるよ。まさかそんなことついてそうじゃない？勘弁してよ。いいのこれ？待って、これさ、セット用内箱って書いてある。セット販売だった？ちょっと待って、いろいろ調べたい。あれかな？この GBA ケーブルと一緒に売られてたってやつかな？多分そうっぽいね。お買い得 GBA ケーブルパックっていうやつのように見える。中身少しだけ見てみよう。これ、そのメモリーカードってこと？そうじゃん。やば。いいのこれ？すげえ。ちょっと擦れた感じがあるってことは当然ながら使ってたんだと思うけど、これ嬉しいな。やば。これ本当にさ、中にポケモンいたりする？即席でゲームキューブの起動環境を整えて中身見てみようかな。少々お待ちくださいって言ってもカットするけどね。ということでゲームキューブを準備したので、メモリーカードを挿してゲームソフト入れてみましょう。メモ回入れました。どうだ？メモリーカードが認識されたっぽい。中にデータが、あるじゃん。1月17日のセーブデータです。いつのなんだろうこれ。いつの1月17日だこれ。ゲームプレイ。読み込んでる。どうなんだろう。この読み込み音とかめちゃくちゃドキドキする。マジで？こんな感じなんだ。めっちゃ感激してる。これ音ちゃんと取れてるかな？心配。ポケモンボックスへ移動。冒険に出る。ボックス見に行きたいよ、そりゃ。
GBA ケーブルをコントローラーポート2にセットしてください。ゲームケーブルと電源を切ったゲームボーイアドバンスをつないでください。ゲームボーイアドバンスにポケットモンスタールビーまたはサファイアをセットしてゲームボーイアドバンスの電源を入れてください。あ、送るってことか。この中にいるわけではないんだ。アドバンスと、いや今さ手元にサファイアとエメラルドが1本ずつあるんだけれど、データ入ってたっけかな。結構進めてあるわ。よし、これでいこう。GBA ケーブルをアドバンス SP に挿します。ゲームボーイアドバンスの電源を入れてください。 OK、 入れました。これ画面収録むずいな。お、すげえすげえすげえ。あ、失敗しました。ルビーまたはサファイアがセットされていることを確認してください。もう一回。確かに端子が少し汚れてるような気がする。電源入れてみます。どうだ。お、いった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 。すげえすげえすげえ。稲妻やばい。やべえルビー&サファイア。ゲームボーイアドバンスの電源を切ることができます。でもポケモンボックスを使っている間は GBA ケーブル、ルビー&サファイアのメモリカードは絶対抜かないでください。わかりました。そうだね。すげえ。はじめまして。私はあずさ。あなたはあやかちゃんっていうのね。サファイアの方の名前かこれ。ポケモンボックスの中にポケモンの卵を一つ預けておいたの。私たちが知り合った記念に受け取ってくれると嬉しいわ。さて、挨拶はこの辺でおしまいするね。早速自慢のボックスを使ってみて。ボックスを整理する。ディスプレイする。あ、ディスプレイ？ボックス整理。多分中いないよね、これは。え、待って。こっちって、ボックス7はあれだよね。あれ？いらないやつっていうやつは手持ちこのアドバンスの方だと思うんだよ。じゃあこっちはさ、メモ化にいたポケモンってこと？そういうこと？多分そうだよね。じゃあこれは視聴者さんのってこと？殿堂入り。そうだよね。様子を見る。メニューがこっちか。親がさ、島になってるもん。そしてさ、うわすっごっ、待って、えぐすぎる。いや、モノホンのやばいやつやんこれ不思議だね。やば、これはやばい。嘘でしょ。メディ、サトシ、メディ。複数ソフトで集めたんだろうね。サホ、サトシ。親目見てます。やば。これはすごいわ。こんな集めたんだね。ちゃんと順番になるようにさ。待って。2世代までいってる。ミュウはさすがにいないけどさ、ミュウ2もいる。フリーザ、サトシ。同じロムだろうね、この辺は。ミュウ2はすげえ。いや、技がいいよね。10万、シャドボ、レービー、サイキネ。で、こっから2世代でしょ。待って、どこまでやんの？ 3 世代までこの調子でいっちゃうってこと？いってる。待って、セレビもいるんだけど。純伝たちからいろいろ様子を見たいよ。うわー、マスボ、ハモン、レオ、ハイパーボール、サボ、サホさん、ヨーギラス、サナギラス、バンギー、ホウオウ、バトルヤマ、リュウト、ミツリン。このセレビ10レベルってどうなんだ？これどこで出会ったとか見れんの？うわー、見たいな。一回置いて、そしてルビサファの3世代に突入して、ジラーチまでいるんですよね、これが。このジラーチはレベル17。願い星？どういうことこれ本当にやばいやつなんじゃないの？これ一回さ、ボックスに入れてどこで出会ったか見てみてもいいかな。気になりすぎる。あとセレビね。戻る。冒険に出るは、やっぱそうだよね。シンプルにルビサファのやつか。こっちでプレイできるってことで。すごい。初めて見たわ、こっちでやるの。エミュレーターとはまた違ってさ、周りのデザインがめちゃめちゃ可愛いね。さあどうだ？さっきのセレビーとジラーチがめちゃめちゃ気になる。ボックスを整理する。これどこで捕まえたの？運命的な出会い。こっちもそうじゃん。うわ待って、これガチなのか？ちょっと調べさせて。これか？ジラーチ願い星はイベント配布されたジラーチ。親願い星 ID30719。レベル5で願い事念力眠る17だからちょっと育ててあるんだね。ちょっと信用できちゃうな。映画前売り券による引き換え、全国の劇場版ポケットモンスターアドバンスジェネレーション7夜の願い星ジラーチ前売り券取扱店ポケモンセンター伊東洋華堂ジャスコートイザラス。発売時期が2003年7月18日。マジこれ本当にわかんないよ。これさ、結局自分でやったわけじゃないからそうだけど、改造なのかもしれないけれど、昔のデータでこんなに精密に作れた？これ俺信じたくなっちゃうんだけど。あと気になるのがセルビーね。これも運命的な出会いでしょ？うわ、あるわ。
親密林 ID60720 レベル10の時運命的な出会いをした。レベル10だね。宿り木自己再生癒しの鈴神秘の守り。一緒だね。ポケモンジャングルツアーズダイヤモンドパールの伝説。何それ。実施場所が愛知県のポートメッセ名古屋、大阪の京セラドーム大阪、神奈川のパシフィコ横浜、千葉県の幕張メッセ。調べてもページが残ってないな。これか。ジャングルゾーン、そういうところに入場料払って入るところっぽいよ。多分ね。そこでもらえたセレビってこと？怖い。くれちゃっていいの？本当にさ。やばいわ。ちょっと怖いので一回冒険をやめてメモ化に残しておきましょう。データが消えちゃう可能性だってなくはないからさ、ソフトの方は。メモ化の方がなんとなくまだ信頼できる。鳥肌立ったわ。これはほんとびっくりした。ということで次行きます。それじゃあ次行きましょうか。ほんとすごかったな。すごかったんだけど、またねすごいのが来てるんですよ。これがまた。それがなんとこちら、ポケットモンスタープラチナの海外版になります。やばすぎない？こっちの中なんですけれど、お手紙も入ってるんだけれど、これねまだあるんだよ。プラチナの海外版2本とホワイト。おまけでポケモンホワイト送ります。いやもう半端ないよこれ。コメントしづらい。すごすぎて。かなり年季入っててすごいことになってる。色あせもすごいし、ホコリ汚れがすごいからちょっと拭きたい。せっかくいただいたやつなんで綺麗にしておきたいからさ。この方も DM いただいてたんですけれど、海外の方ではないと思うんだよな。日本の方で海外に行って仕事をしてそれで買ってたとかなのかな。だいぶマシになったんじゃないか。とりあえず海外版のプラチナか。ちょっと開いてみようかなと思います。今手元に日本語版のプラチナがないからあれなんだけど、ちょっと分厚めに感じます。どうなんだろうな。違いはあるのかな。でも DS 時代ってまだ説明書があったから比較的分厚めのものもたくさんあったので、多分こんなもんじゃないのかなと思います。すげえ。このパッケージの方ね、すごくねこれ。ソフトの中身見てみようかな。 DS はリージョンフリーだよね確か。データあるのかな。どうなんだろう。海外版だ。すげえ。データはないか。ほんで交換もしてると。すげえ。でもポケモンって書いてある。日本語いるぞ。日本語ヌオーって。ぽっちゃまー。これ英語じゃないね。なんだ、どこの言語だこれ。ミリン。このヌオーはそうだね、もらったやつと。国際厳選もできるってことだよね。すげえな。じゃあね、これにはまだそこまで進められたデータは入っていなかったものの、まだありましたよね。2本目の海外版のプラチナが。これも見てみたい。なんだけど、これはね、楽しみすぎるから、こっち行こう。まずはホワイト。ビクティニとかいないかな。めっちゃやってる。プレイ時間98時間で649球。これもうフルコンプしてんじゃない？贈り物はカードアルバムを見る。めっちゃいそう。ポケモンセンター15周年記念のドダイトス5飾る。ポケモン映画のミュウツーにエンブオでしょ。大剣気、ジラーチプレゼント、歌う EV、赤いゲノセクト、まだ七夕ジラーチもいて、ベストフレンズのピカチュウ、ベストフレンズのキバゴ、闇ラミプレゼント、めちゃめちゃある。これがおまけレベルか。この時代ハイリンクとかめっちゃやってたよ。さあ PC の前、少し気になるが、手持ちポケモンはトルネロス、ボルトロス、ギラティナホー、ルギア。とんでもねえメンツが揃ってんな。ちゃんと自分で捕まえたやつっぽいよ。でもこれドリームボール？これドリームボールさんのやつなんていたっけ？ルギアとかホーとかさ、ゲノセクト。この辺ハイフケっぽいような気がする。そうだよね。P2 ラボ。これハイリンク。やっぱドリームボールだよね。ハイリンクがドリームボールなのはこれ、PC 名古屋。すげえ、そんな濃いキングまでいたんだ。はい。ピカチュウね。さっきのやつか。臆病ミュウツー、ジラーチ。これか、映画ゲノセクトに、七夕ジラーチ、ポケモンアニメ。待って。エグすぎるんだけど。なんで、すごいことになってんだ、これ。ハイリンクさんだから、収穫か。すごい。すんごい珍しいのいっぱいいるね。待って。出たよ。この人もさ、とんでもないことになってるって。全部集めたの？やばすぎでしょ。この辺のミュウツーとかどうなんだろう。待って、これも運命的な出会いのミュウツーじゃん。配布？いや、ちょっとこれ、あれだね。一匹。待って、ミュウもいる。そう。進さんのやつね。これも知ってる。配布やん。これ、やばいな。見切れねえな、これ。またセレビいるよ、これ。
レベル10。方円地方、長い時を超えてレベル10の時。待って、ここにもいるんだけど。密林セレビ。なんで持ってんのみんな。うわ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 。ごめんね、結構一気に飛ばしちゃってるけど、ここにも待って、デオキシスいる。運命的な出会いをした神王地方からレベル50の時やってきた。出たよ、このタラバタジラーチも。語彙力なくなるな、今日。元からないんだけどさ。ヒードラン、ギラティナ、マナフィーとかダークライ、シェイミもいる。噴火覚えてんだけど、今日噴火ヒードラの話をしたら、噴火を覚えたヒードラいたわ。オブリビア。これ、そうなんじゃないの？さっきのポケモンレンジャーから連れてこれるやつだわ。実は、友達だった視聴者さん同士で。これも運命的な出会い？水の民。運命的な出会いをした神王地方がレベル5の時やってきた。うわー、出た。映画館ダークライ。シェイミもそうだよね。複数論持ってたんだろうね、この方。なんかこのゾロアークとか怪しくない？出たよ、ほら、ポケモンイベント。いや、なんかそうだろうなって思った。本当にこの時代の配布めっちゃいたから、多分他にもまだまだいると思う。結構さ、今回過去最強レベルの視聴者さん揃ってない？まだまだいるんだけど、この辺。ボルトロスとかトルネロスとかはそうなんだけど、レシゼクに、あと、これ、ケルディオでしょ？メロエッタもいて、ゲノセクト、セレビ、って感じ。ポケモンリーグのやつね。ポケモンイベント、ポケモン映画レシラの、サトシのやつね。うわー、ポケモン映画。うわ、俺さ、これ、持ってたんだよ。でも売っちゃったんだよ。うわ、すっげえ。久しぶりに見た。メロエッタでしょ？この時代のメロエッタってやばいな。Wi-Fi プレゼントのゲノセクトまだいる。セレビ、アゲト？いや、これはもう、わからん。パルシティ。あったっけかな？これはなんだ？運命的な出会いの人影？こんなのもいたんだ。EV。V これ。ジラージ。NZ、これは知ってる。映画館アルセウス。これも知ってる。出た。オブリビア。これあれだね。ポケモンレンジャーでしょ？マナフィ NZ、これも知ってる。映画館セレビ。これさ、ヒュンシーに連れてってみよう。これまだ連れてってない？これなんだっけ？ゾロアとかなんか会えたんじゃなかったっけ？違うっけ？まだまだ半端ないんだけど。デオキシスがこんなにいて、ビクティニもいるんだよ。しかも色違いミロカラスだし。運命的な出会い。神王地方から。WCS。マジで？オブリビアね。これもそうだ。じゃあ何回か周回したってこと？キバゴ、サーチャー、ポケモンイベント。素敵な場所で運命的な出会い。うわ、クラウンエンテまでいんの？ってことは？クラウンライコまでいる。この波動弾ね。俺、欲しくて、だけどゲットできなかったんだよ。クラウンスイ君、ハイリンクのルカリオだ。この辺も全部そうだ。ポケモンイベントとか、ポケモンサーチャー、Wi-Fi プレゼント、ポケモンセンター福岡のやつ、信長レック座までいんの？ PC 福岡。もうこの辺もね、もう全部そう。グロス、この辺も知ってる。サトシのピカチュウ、ハイリンクの森。ビクティニ、東北レベル100の時。じゃあこれあれか。ビクティニのリバティチケットのやつではないのか。ニアス、ロケット弾のやつだな。素敵な場所で、もうね、わからん。どうなってんのこれ。おまけちゃうって。メインだよ、これ。いやー、もう刺激が強すぎる。今日寝れるかな。次、プラチナ海外版行ってみますか。さあ、どうなんでしょう、こちらのプラチナは。こりゃ相当やり込んだね。6時間か。で、14匹。まあ行ってみよう、一旦。通信交換？結構すごいのいません？ごめん、読めないんだけど、プレシャスボールだからイベントっぽいんだよね。このデオキシスもそうでしょ？ギガスもそう、アルセウスもそう。待って、色違いのピチューでしょ？これなんだっけ、なんかショコタンのやつとかと関係するやつじゃなかったっけ？配布系受け取るためだけにもしかしてデータ作ってたとかそういうこと？ボックスはいない。送っちゃったんかな、多分。ということで、とんでもなかったです。パッケージ付きの海外版のポケモンプラチナと日本語版だけれど図鑑フルコンプ、配布だらけ、色違いありのポケモンホワイト、そしてカートリッジのみのポケットモンスター海外版プラチナ、そして配布系あり。これらが改造かどうかは僕は分かんないですけど、すごいものを見せてもらいましたわ。それでは次いきます。続いてはこちらって言っても中身が見えないので出していこうかなと思います。この視聴者さんで今日はラストになりますけど、すごいよ。なんかいろいろ入ってまして、アドバンス SP 的なやつでしょ。あと何か袋が入ってて、そしてシェル SP のシェルだね。シェルと液晶画面と多分お手紙と、それと攻略本かな。何個だ？ 1、2、3、4、5。これはマウスパッド的な何かかな。
緩衝材で入れてくれたのかなと思います。じゃあ一個一個見ていこうかなと思いますが、まずはお手紙読ませていただきます。和田さんへ、いつも YouTube ショートの動画を楽しく見させてもらっているホニャララです。今回私も iPS 液晶交換にチャレンジしてみたのですが、失敗してしまいました。自分では活用できないので、バラバラの北米版ゲームボーイアドバンスを良ければ使ってやってください。これはプレゼントですので、修理は結構ですし、動画に関しても和田さんにお任せします。緩衝材代わりにニコイチ用のゲームボーイアドバンス SP と実家で眠っていた当時の攻略本も同封しております。良ければ資料としてお役立てください。自分はアルフォーのおっさんで女子高生ではないのであしからず。いやいやいや、とんでもないです。ありがとうございます。マジで嬉しい。ゲーム機本体と攻略本がメインって感じですかね。じゃあ攻略本見ていこうか。北米版の SP っていうのも気になるけれど、まずはこちら、ドラゴンクエストの攻略本、知られざる伝説。ご飯に見えちゃう俺は。すげえ。攻略本当時980円。うわーすごい。こういうの一生読んでられる。あ、これ攻略本じゃなくて普通の読み物かな。これはそうじゃない？ほら、セリフとイラストがあるからそんな感じがします。うわーすごいな。当時ってさ、今ほど娯楽がすぐに手に入る時代じゃなかったと思います。すぐに YouTube 見れたりとか Netflix 見れたりとかじゃないから、こういう漫画本とか僕もよく持ってて何回も何回も読んでた。次がポケモン赤緑青全対応って書いてあるから、これは攻略本だね。セロハンテープの色あせ具合が時代を感じます。うわー、この時代のイラストがたまんないね。すげえ、すごいよこれ。タイプ相性表もそうだし、たまんないな。マチス仕掛けを見破れ。一つ目のスイッチの隣にあるから、まずは四隅のゴミ箱から調べよう。俺もこれ四隅から最初攻めてたな。こういうの一生見てたな。あとやっぱ時代を感じるよね。出現率の多さが何%とかじゃなくて多いとか少ないとか、ネットだったらさ何%っていうさ確率まで書いてあるけれど、この時代はそうだよね。今の時代の攻略本を俺はあんまり買ったことがないのでわからないんですけれど、待って、ミュウのことも書いてある。幻の151番目のミュウの真実。幻の151匹目のポケモンと言われるミュウ。ポケモン発売以来様々な噂が流れている。ここではミュウに関する噂の真実をはっきりさせようと思う。入手の仕方やミュウの能力とはどんなものなのか。果たしてポケモントレーナーがこぞって欲しがるミュウの本当の能力とは。これどんな風に書いてあるんだろう。ミュウ出現の裏技がある。そういう噂がまことしやかに流れている。その裏技とは、最初のポケモン発売日に売られた初回生産分のカセットである複雑なコマンドを入力するとミュウが出現するというものだったが、これは単にバグでほとんど成功せず、そのカセットのデータが壊れてしまうというものなのだ。せっかく集めた150匹のデータが一瞬で壊れてしまう。こんなバカなことは絶対にしないでほしい。ミュウのはイベントなどで手に入れるしかないのだ。以前にもコロコロコミックのイベントでミュウのプレゼントというものがあった。今後もこういうイベントがよくあるかもしれないので、雑誌をよくチェックしてそのイベントに参加する。ミュウを手に入れるにはこれしか方法はない。さすがに当時の攻略本といえど裏技を推奨するようなことは書いてないですね。絶対にしないようにしようって書いてあるし、素晴らしい、素晴らしいです。これもたまんない一品ですね。じゃあ次が SP ですと。バラバラのやつが北米版のって言ってたよね。こっちがニコイチのって言ってたから、これを使ってこっちを完成させろっていう、そういうこと？一個ずつ確認していきましょうか。まずこれが普通のアドバンス SP の黒に見えます。状態はねすごく綺麗、めちゃくちゃ綺麗。液晶も大丈夫そう。あとスイッチの入り切りがすごくはっきりしてるって、ちょっと日本語おかしいけれど、なんて言うんだろう、力強い。ボタンもそう、使ってたちゃんとっていうぐらい新品に近いぐらいの感覚です。これメンテナンスしたのかな。端子の擦れ具合とかも全くないんだよ。開けてみちゃおうかな。メンテをせずにこのコンディションだったのかどっちかっていうのを知りたいんだよね。知ったところでなんやねんって話なんだけど、ここでびっくりなのがネジもめっちゃ綺麗。本来だったらこの時点でホコリとかゴリゴリ溜まってるはずなんだよ。めっちゃ気持ちよく取れる。さあどうだ。少しホコリはあるものの、この辺のやつとかハンダを付け直したりしたら若干フラックス残ったりするんだけど、それがあんまりないんだよね。純正品のままでこんなに綺麗に維持してたってこと？そうだとしたらエグすぎなんだけど。もうまだエグい視聴者さんだよ、いい意味で。いやすごいね。しまっておいて触りたくない。これは本当にガチモンで純正のやつだったらいじりたくないね、全く。これが北米版。これ北米版のシェルっていうのは中華製のパクリシェルなのかって言おうとしたけど
違うな、全然。俺が見たことのあるものじゃないわ、全然。だし、よく見たらちょっと擦れた感覚あるから使ってたんだろうね、これ。バッテリー見て、このバッテリー俺見たことない、こんなバッテリー。 SP のガチじゃんこれ。でこれ入ってたのが多分北米版の液晶画面。これを IPS 液晶画面に変えようとしたってことだ。じゃあこれがネジとか IPS 液晶画面ってこと？あ、こっちはあれか、基板とかネジだね。ネジ足りないな。ボタンは揃ってる。まだあったわ。スピーカーとヒンジのところ隠すやつ。あ、めっちゃ丁寧。うわ、すごいかっこいい。俺逆にさ IPS 液晶にしたくなくなっちゃうな。あったかな今 IPS 液晶画面残ってたっけかな。多分途中で諦めちゃったのがもうなんとなく理解できるんだよ。ここのヒンジ取りづらいからこれが繋がったままってことは多分そうなんだろうね。ただ一方で気になるのがこのネジね。このネジのやつなんだけど、これほら、こう折れちゃってるな。折れちゃってるねこれ。はい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 、なるほど。こことここにネジ入ったままでしょ。これは多分押したらすぐ出そうけど、これはさこっちのネジ受けの部分が折れちゃってるんだよね。最初わかんないよねこれ。外すんだけどネジ取れたかと思って多分思いっきり引っ張って折れちゃったんだろうね。ここも折れちゃってるわ。ってことはここのネジははめられなさそうだね。これが多分下の機体の Y 字ネジだよね。この四隅を止めるこの4本のネジ。基板を押さえるのがプラスネジ3本なんだよ。それが3本のプラスネジ。多分これな気がする。ここが5本あるはずなんだけど2本くっついてて3個ないんだよ。3個ないから多分この2本がちょっと短めだから下本体のこことここを止めるやつ。なるほどね。どうしよう。復活させることはたやすいが、視聴者さん的に IPS 液晶化したかったんでしょ。でも IPS 液晶ないしな。一旦復活させるところまで持っていこうか。これも取らないとね。押さえながらってことでしょ。いてててててて。これ結構がっちりいっちゃってんね。ここの後ろ側のネジを押さえて回さなきゃいけない。折れるほどってことは取れないぐらい。いやでもそんなことなさそうな気がするけどな。いけたいけたいけた。取れた取れた。あとこのネジ何なんだこれ。わかった。これね俺何度もやってるからめっちゃわかるんだよ。ここを隠すテープって両面テープで押さえられてて、両面テープの粘着の部分だけ残っちゃってる気がする。だからうまくドライバー入んなくて、そんで諦めちゃったのかな。だから押しても取れないんだね。ちょっとほじくってあげたりすると多分比較的簡単に取れるんじゃないかな。ちょっと細めのピンセットでつまんであげたら取れて、両面テープはピンセットで取っちゃおう。取れたー。SP なら任せてくださいよ。これは接着剤でつけます。でもよく見たらここも折れちゃってる。ってことは生きてるのはこことここだけか。結構無理やりいっちゃったのかな。なんとか固定はできるけれど、ちょっと怪しいかもしれない。とりあえずここだけ接着剤で戻してあげよう。くっつけてみた。放置。この液晶画面って使えるのかな。実はこれが IPS 液晶画面だったりする？いやそんなことはなさそう。視聴者さんにはごめんなさいなんですけれど、僕はこれが海外版なのであれば IPS 液晶化をしてもいいんですけれど、できるだけ純正のままにしておきたいなと思ってますので、一旦復活させようと思います。正直 IPS 液晶化なら僕めっちゃやってるんで、いつもすぐできるんで、復活も IPS 液晶化もどっちも楽勝なんで任せてください。行きましょう。充電とかできるのかなこれ。一瞬即席で確認していい？つくね。余裕だ。全然余裕でいける。ただこれさ、日本のやつで充電していいのかな。バッテリーを変えればいけるのかな。それとももう基板ごと違かったりするのかな。こんなに折れちゃったら確かに戻すのもちょっと億劫になっちゃうよね。なんか日本と若干違うんだよなやっぱ。すごく分厚い感じがするな。ネジいけるかな。優しく。いけそういけそういけそう。よかったなんとか復活したよ視聴者さん。よかったよかった。一回起動チェックしたい。画面とか大丈夫なのかなっていう、そういう心配が少しあるんで、視聴者さんが IPS 液晶にしたかったっていうことは、画面がもしかしたらダメだったのかもしれない。いきます。よっ。いけるいける。全然大丈夫じゃん。じゃあ組み立てよう。よーし、できた。ところどころネジ埋められないものはありましたが、バッテリーじゃないね。これさ、めちゃくちゃ画面綺麗だなと思って。海外版の SP ってバックライトなんですよ。バックライトって普通じゃねって思うかもしれないんですけど、日本の SP はフロントライトなんですよ。そうだよ、忘れてたわ。俺は十分こっちで綺麗だと思うよ。これが IPS 液晶化してない SP。これ無改造ね。どっちも無改造けど、ほら全然明るさ違くないね。こっちがフロントライト、こっちが海外版のバックライト。すごーい。こんなところまで見れちゃった。
いや、復活させてよかったわ。すいません。もう1台ありました。もうたくさんすぎて数も数えられなくなってる。ラストがこちら。ゲームボーイアドバンスのトイザらス限定のミッドナイトブルーになります。今日は本当にすごいね。海外版から限定版からほんとすごいものばっかりっすよ。この視聴者さんとは少し DM をさせていただいておりまして、メッセージで実家を整理していたところ、トイザらス10周年記念モデルのゲームボーイアドバンスが見つかりました。起動やソフト読み込みは問題ないのですが、スピーカーの調子が悪いようで音が鳴ったり鳴らなかったり、駿河屋さんで査定に出したところジャンク扱いとなり、買取金額も低かったため、もし動画のネタになればと思いお役立ていただけるなら和田さんにお渡ししたいとご連絡させていただきました。本当にありがとうございます。僕の方からも仮にジャンクだったとしてもメルカリとか他のお店で売った方がいいんじゃないですかってお伝えしたんですけれども、それでもお渡ししてくださるということで、今回こちらのアドバンスをいただいてしまいました。そして裏側がですね、充電できるタイプになっておりまして、充電というか電池がいらないタイプになっておりまして、これを挿すことによってこの専用ケーブルが使えるようになって電池なしで起動ができるということです。やってみましょう。はい、じゃあまず起動ね。しないね。あら、ついた。接触もちょっと悪いのかな。音に関してはソフトを入れて確認してみましょう。さっき使ってたサファイアでやってみようかな。色が真っ青。確かにちょっとざらつきある。抵抗が飛んでるから多分スピーカー普通に交換したらいけるんじゃないかな。直しましょう。せっかくいただいたので。限定版もらいました。ありがとうございます。終わりってなんか申し訳ないんで、和田のところに来たからには綺麗に扱わせていただこうかなと。皆さんの紹介をするだけだと思ったんですが、なんだかんだがっつり分解もしてる気がする。別に修理という修理をしてるつもりはないんだけどね。スイッチの中を開けて綺麗にするという単純なお仕事でございます。はい、真っ黒だ。めっちゃ綺麗。組み立てましょうか。めっちゃ感度良くなったわ。バッチリ治りました。スピーカーに関しては今手元に部品がないので、今日はそのままスルーしようかなと思います。とりあえず音出てるし、今日は修理動画ではないので、どっかのタイミングで他の機種とまとめて直そうかなと思います。はい。ということで、いかがでしたでしょうか？今日は視聴者さんからいただいたプレゼントを紹介させていただきました。結果としてはとんでもないラインナップでした。たくさんのゲームボーイのソフトや DS のソフト、ゲームキューブのポケモンボックスの中には、おそらく当時の配布であろうポケモンが揃っていたり、第1世代から第3世代まで全て揃っていたり、海外版のポケモンのプラチナがあったり、おまけとしてついてきたホワイトには番号順から全てポケモンが揃っていて、それでいて数えきれないほどの、多分僕が今まで活動してきた中でダントツであろう配布系の多さと、しかも色違いドリームボール入りのポケモン、あらゆるものが入っているもの、攻略本や本体系、トイザらス限定版、超備品のアドバンス SP、北米版のアドバンス SP、DSi とありとあらゆるものがなんと揃ってしまいました。嬉しいんですけれど、あまり貴重なものを送られてしまうと、僕としてもすごく申し訳ない気持ちが強いので、まだなんかに気を使わずメルカリだったり最寄りのリサイクルショップなどにお持ち込みいただければなと思っております。まだちゃんと動画では取り上げてはいないんですが、実は動画では多分初めての紹介になるんですけれども、こういうですね、オリジナルのハードケースを作りました。おそらく和田初のちゃんとしたグッズになると思います。でもこれは売るつもりはありません。別の動画でちゃんと話そうかなと思うんですけども、あんまりこういうグッズ作ってファンビジネス、金儲けってあんまり好きじゃないんですよ。もちろんこれから要望が多くて、それが視聴者さんのためになるんだったらやることもあるかなと思うんですけども、今回こういうグッズを作ったんですけど、売るつもりはなくて、修理だったりとか、あとはこういう風に和田に送ってくださった方にノベルティとしてお渡ししたいなと思います。これもね、それなりに大きさはあるので、もちろんいらない方は全然いらないと言っていただいて大丈夫です。こういった感じでレトロゲームを手放してるということは、多分レトロゲームをしまう機会は普通のコレクターさんとかゲーマーさんよりかは少なくなると思うので、とはいえこういうものを作っているので、また改めてアナウンスした時に DM いただければなと思います。これ簡単に触れるとシンプルなハードケースになっていて、
ちゃんと固めになっております。マットなブラックと、ここにまたレトロゲームとオリジナルのロゴがデザインされているという超シンプルなものです。だいたいレトロゲームの携帯機なら何でも入ります。PSP とかはどうだろうわかんないですけれど、ニューニンテンドー 3DS LL まで入ります。そんなに厚みはないので、ちょっと分厚めのものを入れちゃうと、それだけで終わっちゃうかなと思います。あくまで簡易的なノベルティなんで、こういうアドバンスとかだったら、十分スペースは空くので、ソフトとかも入れられるかなとは思います。電池だったりとか。あと DS 関係だったら、サイズもちょうどいいと思うんですよ。こんな感じで。ソフトも余裕で入れられるし、こっちに入れたっていいし、パタンって入るからね。ただのハードケースなんで、レトロゲームだけじゃなくて、普通にプライベートとかでも使っていただければなと思います。ということで、話は少し脱線してしまいましたが、今回話題に送ってくださった視聴者の皆様、本当にありがとうございます。和田の視聴者さんにはどんどんいろんなことを還元していきたいなと思いますので、これからもぜひよろしくお願いいたします。ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。じゃあ、またねー。